ジェイグルで今日は超越瞑想をしている人たちが使うジェイグルデブという言葉についてお話をします。こんにちは。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。マハリス総合教育研究所群馬オフィスで超越瞑想を教えている森正也です。あなたは誰かに感謝をすることがありますか？恥ずかしくて口には出せないっていう人も結構いますけど、あの人のおかげとか親切にしてもらったなという人を思い出そうとすれば、ああ、そういえばと、そういう感じで思い浮かべることもできるのではないでしょうか。今日はその感謝についてのお話です。感謝をするというのはとてもいいことです。うまく言えませんが、いろいろとあなたに良い影響があります。ありがとうという言葉を言うのは、良いというのはスピリチュアル系の人が強調しているので、ちょっと神事と思う人もいますが、礼儀として教えている人もいますし、ビジネスでも重要です。そういう感謝をすることについて話をしますね。もし今日の動画が良かったという方は、ぜひチャンネル登録やいいねをよろしくお願いいたします。さて、超越瞑想の場合には、私たちに瞑想を教えてくださった先生に感謝をします。超越瞑想というのは、マハリシ先生が世界に広めました。そしてマハリシ先生にも師と呼ばれる先生がいました。あなたはジェイグルデブという言葉を聞いたことがありますか？テレビコマーシャルでも使われたビートルズの歌の中に歌詞として出てきます。Across the Universe という曲です。サンプルで曲を流したいところですが、著作権の問題があるので、曲名の紹介だけです。ごめんなさい。私が歌うのもダメみたいです。超越瞑想を広めたマハリシ・マヘーシュ・ヨーギーのいるインドにビートルズの4人のメンバーが滞在していました。昨年はその時の様子を撮影した映画が公開されました。その時かその後に作られたのが Across the Universe という歌です。こんな感じです。わかんないですね。で、そのジェイグルデブっていうのがどういう意味かを説明します。まず J ですね。これはサンスクリット語で勝利あれとか栄光あれという言葉です。グルというのは先生とか師匠という意味です。デブというのはデーバという人もいますが、神様という意味です。ただこの場合はマハリス先生の先生、スワミ・ブラーマナンダ・サラスワティ先生のことを言っています。通称でグルデブと呼ばれていました。それなので、グルデブ先生に栄光あれという意味になります。手を合わせて祈るような感じなので、一見するととても宗教的な感じがするかもしれません。これは神様を拝んでいるのではなくて、先生への感謝です。超越瞑想というのは、その歴史は人類の歴史と同じぐらい古いものだと言われています。それを代々の先生方が伝えてきました。先生から生徒へ、師から弟子へということです。超越瞑想はマントラという音を心の中で思うのですが、そのノウハウ、マントラの使い方や瞑想のやり方などをずっと維持してきてくださった方々です。私たちに瞑想を教えてくださったのはマハリス先生ですが、そのマハリス先生に教えてくださったのがグルデブです。ちなみにグルデブ先生というと、朝の朝食みたいに言葉がダブるので、グルデブで大丈夫です。グルデブ先生のグルと先生が同じ意味なんですね。グルデブもまたその先生に教わっています。そしてその先生にも先生がという具合にずっと続いてきています。あなたも学校とかスポーツとかで誰かに教わった経験があると思います。
思い出してみていただけますか？その先生に手を合わせて、なんとか先生、ありがとうと言ってみると、なかなかいい感じだと思います。その先生も多分誰かに指導されたかもしれません。生徒に才能があって、いずれは先生を超えていくということがあるかもしれませんが、超越瞑想の場合には、悟りというゴールです。全員がゴールに入ればいいので、先生を超えるということはありません。教え方がうまいとか、有名になるとか、生き方を比べてみると違いはありますが、ゴールは同じです。人間の究極のゴールです。インドにはシャンカラという偉大な聖人がいて、シャンカラチャーリアという座があります。グルデブは北のシャンカラチャーリアでした。インドの初代大統領はグルデブの弟子だったという話があります。また今のインドのモディ首相も超越瞑想を学ばれています。超越瞑想というのはインドでは有名です。昨年だったかな、インド政府のカレンダーにですね、マハリシ先生が登場していました。またモディ首相が来日された時には、日本の代表、鈴木代表も呼ばれていました。そういうこともあって、超越瞑想を学んだ人が挨拶をするときには、ジェイグルデーと言ったりします。これは強制ではありませんので、超越瞑想を学ばれた方の中には、この言葉を知らない人もいると思います。私も普段はあまり使っていません。超越瞑想の教師が海外から来日されることが結構あるのですが、そういう時にジェイグルデーと挨拶すると通じます。言葉は通じないんですけれども、ジェイグルデーという挨拶は通じるんですね。それもなかなか面白いです。初めの頃は、通じたという感じですが、今は普通に挨拶ができるようになりました。多分、インドのモディ首相にお会いした時に、ジェイグルデーという挨拶は通じると思います。いや、通じます。あなたが会った時にはやってみてくださいね。私は何回か前の動画から動画の最後に入れるようにしました。普段は感謝から始まり、感謝で終わるということがいいなと思っていますので、今回からは動画の最初にも感謝の言葉を入れるようにしました。私の動画は結構超越瞑想を教えている先生に見ていただいていて、声をかけてくださることも多いんですが、そういう先生方や今日見てくださっているあなたに感謝いたします。貴重なあなたの時間をこの動画を見る時間に当てていただいているのはとってもありがたいです。はい、ここで突然ですがクイズコーナー。そのジェイグルデブという言葉ですが、挨拶に使われるだけではありません。どんな時に使うんでしょうか？ 3、2、1。はい。これは超越瞑想を習った人ならわかるかもしれません。それは合図です。グループで瞑想する時などに声をかける時に使うことがあります。みんなで瞑想していて、そろそろ時間が来て終わりにするという時に静かにジェイグルデーと言います。瞑想の終わりにはい、時間ですとか終わりましたというよりも、この瞑想への感謝の言葉を使うというのはいいですよね。私は昔、マハリシ先生はご自身の先生だからジェイグルデブと感謝するのであれば、私はジェイグルマハリシと言った方がいいのかなと思ったりもしました。しかし私たちのこのマハリシグループというのはマハリシの団体なので、全体としてマハリシ先生の意向を反映してグルデブに感謝するのだということが分かりました。こうしてジェイグルデブという時にはなんだか心が温かくなります。そしてですね、普段の生活ですと両親や奥さん、会社の人、それと私の選挙の応援をしてくださる方々、いろいろなことを教えてくださっている方々、さらにはこの宇宙とか空気とか水とか私に関わる人とか食べ物とか、そういういろいろなものに感謝の気持ちが出てきます。またこの自分自身にも感謝ですね。そういう意味でも
やはり国が平和な状態が一番いいです。戦争がない世界になるといいなって思っています。みんなが楽しく生きていくことがいいですね。ついでですが、私の名前はマサヤですが、これはフィリピンのタガログ語では楽しいという意味ということを前回の動画でお伝えしました。英語だとハッピーですね。オンラインの英会話で自己紹介をしたときに芸名か何かだと思われました。それなので、私はマサヤですというと、私は楽しいです、ハッピーですという意味になるんですね。それは偶然なんですが、この名前を付けてくれた両親にも感謝しています。はい、今日の動画は以上です。超越瞑想の説明会については全国の瞑想センターで随時行っていますので、お問い合わせをしていただければと思います。どこのセンターのどの先生から教わっても同じ方法なので安心です。今日もご視聴いただき感謝いたします。ありがとうございました。ジャイグルです。